んにちは、エイムです。今日皆様と一緒に見つめたオスカルとアンドレの物語はいかがでしたか？激動の時代の中で互いを守ろうとしていた2人の時間をたどりながら、私自身もたくさんの感情に包まれる時間となりました。最初に革命の夕暮れや私のアンドレを制作していた頃の私は、どちらかというと2人の悲劇的な運命や切実な感情に強く心を惹かれていた気がします。暴動の中でアンドレの名前を呼ぶオスカルの声、その姿を見つめるたびに胸の奥が静かに痛むような感覚がありました。強く気高かったオスカルがアンドレの前でだけ見せていた揺れる眼差しや迷い、それはきっと誰にも簡単には見せることのできなかった一番素直な心だったのかもしれません。そして私はその場面を見つめながらふとこんなことを考えるようになりました。どうして人は一番近くにいる人の思いほど遅れて気づいてしまうのでしょうか。いつも隣にいたから、あまりにも自然な存在だったから、だからこそその感情の名前になかなか気づけなかったのかもしれません。最後のオスカルの告白と決意の場面を制作しながら、私はようやくオスカルの感情を少しだけ理解できた気がしました。ジェローデルの問いかけの前で戸惑っていたオスカルの眼差しは、ただ申し訳なさを感じていたのではなく、ずっと目をそらしてきた本当の自分の気持ちに静かに向き合い始める瞬間のようにも見えたのです。兄弟のように長い時間を共にしてきた2人、互いの存在があまりにも自然だったからこそ、愛という感情に気づくのが遅れてしまったのかもしれません。でもきっと長い時間を共にしてきたからこそ、2人の思いはより深く結ばれていったのだと思います。私はベルサイユのバラを見るたびに少しずつ違う感情に出会います。幼い頃には見えなかったものが時間を重ねた今になって突然心へ届くことがあります。昔は気づかなかった眼差しがある日突然とても切なく感じられたり、短い沈黙の中にある感情が長く心に残ることもあります。人はきっと自分自身の時間や経験を通して少しずつ違う感情を理解していくのかもしれません。だからこそ古い物語は時を重ねるほど深く心へ届くのだと思います。そして今回の映像を作りながら、私はふと私たちの人生もどこか似ているのかもしれないと感じました。私たちは生きていく中で本当にたくさんのことを遅れて気づいていきます。そばにいてくれた人の大切さ、言葉にはならなかった優しさ、当たり前だと思っていた時間、そのすべてが過ぎ去った後になって初めてどれほど美しかったのかに気づく瞬間があります。人はきっとそんな遅すぎた気づきを繰り返しながら少しずつ成長していく存在なのかもしれません。そしてその気づきは私たちの人生をより深く、より温かくしてくれる小さな光のかけらとして心に残っていくのだと思います。今この映像をご覧くださっている皆様にも
オスカルにとってのアンドレのように、長い時間静かに寄り添ってくれた大切な存在がいるのではないでしょうか。あるいはその時は気づけなかったけれど、時間が過ぎた後になってようやくその存在の意味に気づいた人が心の中に残っているのではないでしょうか。私はそんな感情を思い返すたびに、人の心というものは本当に不思議で、そして美しいものだと感じます。だからこれからもエイムでは、華やかに消費されていく映像よりも長く心に残り、ふとした瞬間に思い出してしまうような感情をゆっくりと描いていきたいと思っています。夜が深くなった時にそっと取り出して見返したくなる物語のように、誰かの一日の終わりに小さな癒しと余韻を残せる映像をこれからも作っていけたら嬉しいです。今日も最後まで一緒にいてくださってありがとうございました。この物語が皆様の夜にほんの少しでも静かな安らぎを残せていたなら嬉しいです。どうかこれからもお体を大切に、穏やかな時間をお過ごしください。